キハダマグロの中落ちマグロです。もう身がきれい。脳天、ほっぺた、顎肉ですね。レブリカいける？取ったらいいです。すごい。ありがとうございました。佐川家初となるある問題を起こしていたそうで。量がちょっと足らんなと思って、金土日結構いるので、抑えてあるんですよ。中央市場で一番優しいマグロ屋さんです。ほんでこのお父さんがもうほんまに昭和の人、人情家、ちょっと泣き落としを言ったら安くしてくれますよ。優しいし安い。ほんまにない。これもう上手でしょ。あ、はい、はい。ほんでこんなピカピカ、こんな綺麗なのくれへんで。めちゃめちゃ綺麗ですね。綺麗やろ。はい。ぜひよろしくお願いします。こう例えば一般の方が来られるとなると、こう何時ぐらいが来やすいとか、何時ぐらいが買い物しやすいとかってあるんですか？時間難しいですね。この5時から8時ぐらいの間、早起きせなあかん。早起きしてください。美味しくて安いものをお届けしますんで、よろしくお願いします。ちなみにおすすめは？おすすめ、それはやっぱりトロですよね。一番やっぱうまいですもんね。おすすめします。赤身もね、それはもちろん美味しいですけど、普段食べられへんね、トロね、食べていただいた方が。だからこの赤身が好きやな。もうほんまに。黒潮さんのとこにええのを入れてますんで。ピカです。ピカピカのマグロ。もうどれつけてる？これがなんと噂のこれがカンパチです。これがブリです。これが島味です。だこれ何すんねんか、ここ削いだらね、いい身が取れるね。じゃあうちの宝物がここにあります。専用です。さあ今日はどうでしょう。こんなに丁寧に氷敷いてくれてる。よいしょ。今日は素晴らしい。素晴らしい。これ、キハダマグロの中落ちマグロです。漁港に上がってから一回も凍ってないやつです。だから水が出てきません。本当のマグロです。素晴らしい。こんな感じです。マグロの顎カマ、もう身がこんなピカピカ。これ本マグロです。そしてメインの今日はどうなる？
で何キロぐらいあるんですかね。これで100キロぐらいだと思います。もう身がきれい、本当にすごい。ワイルドな商売ができます。これが目で、この裏の筋肉、ここがうまいね。ここがめったやたらないんですよ。これ目の裏です。ここがうまい、最高です。流れるように、ここの奥にあるせせったら目の裏がちょっとだけ取れるんですよ。もうこれも最高です。コツ掴んだらもうほんまカポカポっと取れるので、脳天ほっぺた、顎肉ですね。めちゃめちゃ綺麗ですね。はい、もう目もピカピカ、透明感がすごい澄んだ瞳です。で思ったよりでかいで、その裏の筋肉がいっぱいです。これが売りですね、うちの。これがネギトロになります。バリうまいところです。これも技やけどね、簡単そうにやってる。これがトロの釜焼きになります。なんちゃって大トロです。でなぜこうちっちゃいのを切ったかというと、これを甘辛く炊いて突き出しになります。でなおかつここの肉はステーキになります。ほとんどサービスでお客さんに言ってあげる、常連さんとかにみんなびっくりしますよ。何やこれ、マグロのトロの一番いいとこあげる。僕からさ、これ皮をせせただけなんやけどね、なかなかすごいです。中をちょっとちっちゃくしていくんやけど、コツがあって、そのままこうやってたら包丁の刃飛ぶから、骨と骨とのこう継ぎはぎみたいなこの関節のところに中に白いとこがあるんですよ。そこに包丁を当てますね。そこに当てて
当てたら本当に思った以上に簡単にこう下手に叩いたら包丁の刃飛ぶしさ、ちょうどここの白いところの上に本当にもう真っ白なとこあるんですよ。これがなかなか技なんですよ。これ本当に力を何にも入ってない。入ってさばけるんですよ。突き出しにもなるし、これ刺身にもなるんですよ。刺身の取り方、ここを薄く取ります。こっちも薄く取ります。で指でよいしょよいしょ。これが刺身になります。めっちゃいい意味です。もう指で触ってても硬い、プリプリです。これを切って横に飾り付けつけて、これがうちの刺身の特徴です。こんなんでもね、うまくそいだら刺身盛り合わせとかにめっちゃ美味しいです。これ島味です。作ってるやつは冷蔵庫ね。として活躍していまして、多くにある各濃縮施設や核開発の科学者。トランプ政権は国民民主党手取りを増やす夏、都民の手取りを増やす夏。マグロ屋と出会ったのはね、これはね結構心の中で結構ドラマチックなんですよ。僕いいことがあったら悪いことがあって、悪いことがあったらいいことがある、なんか振り子みたいな人生やね。ほんで前の日に新品のバイクを盗まれて、もう30万ぐらいの盗まれたからさ、ほんで落ちてしょぼしょぼ歩いてたらマグロ屋の前通った時に「えらい元気ないな」って初めての人やね声かけてくれて、ほんでこっちもなんか初めての人やね、昨日さバイク取られてやとか言ってもう勝手に喋ってるわけよ。ほんだらかわいそうになっていうことで、ほんでふっと喋ってる時に足元見たらマグロの頭が結構転がっててんや。これなんかうまそうやなと思ったから「これ何本ぐらいするの?」って言ったら「これ売り物ちゃうねん」って「もう特定の人のとこ行くからもうないねん」って「あそうなんや」とかでこう見てたら、その時お兄ちゃんやけどね「お兄ちゃんかわいそうやからちょっとあげるわ」って頭1個と釜と中落ちっていうのを1枚ずつくれて「これで元気出しや」とか言われて、これどうやって使うんかなって分からんかったけど、とりあえず持って帰ってここでさばいてみたらもう簡単にさばけるし結構美味しかってんや。次の日行ったら「あれ売り物ちゃうからな」とか言いながらもかわいそうやから売ってあげるわ。でももう本当にその当時本当に全部込み込みで最初100円って言われた時に
どれか一つが100円かな思って「全部で何本になりますか?」って聞いたら「全部でって100円って言うてるやん」ってもうそれから運命が変わっていくんですよ。20年ちょっと前ぐらい前にたまたま常連さんの大阪ガスの子やったと思うんやけど、常連さんの子はお誕生日やねん明日みたいな話になって「あ誕生日か、じゃあなんかしてあげるわ」って「何がいい?」って言ったらその子が「すき焼き」って言ってん。すき焼きってでもまあでけんことはないし「あほな作ってあげようか明日来る?」って言って来るって言うからすき焼き用意してあげて。ほんだらその子がさそれからあと来た時いつでも上司とか仲間に「この黒潮のマスター俺の誕生日なすき焼きでなどうのこうのどうの」延々と喋るからさじゃあこんだけ評判いいんやったら常連さんだけしよう思って常連さんにだけ行き出してん。すき焼きおごってあげるみたいな。ほんだら常連さんも喜んでくれてなんかみんながね喜んでくれてそうこうしてるうちに隣の人までが「あれ何ですか?」って言い出したから「あこれごめん常連さん用のすき焼きやねん」って「あそう欲しいな」みたいなこと言われて「今日だけ特別ね」とかわけわからんこと言いながらでいつの間にか引くに引けんようになって延々と続いてるんですよ。今はすき焼きはメニューにある？ないです。もう来た人全員にあげるので、サービスであげるのでもう気にせず食べて帰ってってやつです。お通しいうかもう気持ち来てくれてありがとうみたいなたったそれだけでもう行っとけみたいな感じで途中からもう引くに引けなくなりもう来た人はねまたすき焼きもらえますかって言うから「あもういいよほんからちょっと飲み食いしいや」みたいな。で今はだんだんルールもちゃんとできて中落ちとろかまとろ握りのどれか一つ頼んだら絶対くれる。どれかは頼まなあかんけどね。でもその頼んで損する商品じゃないのでね美味しいし。マグロというのは空気に触れると色が劣化していくんですよ早く。だからできるだけ色が落ちないようにちゃんとこういう油紙できれいに包んで空気に触れないようにして、ただ長さがこんなでかいから持って帰るの無理やからところどころに包丁入れてちょっとちっちゃくコンパクトになってるけどこうあってこの右手のこっち側が頭です。南紀勝浦に上がるキハダマグロで生なんですよ。だから水が出てきたりしない冷凍じゃないのであんまり出えへんけど、でも実はこれめちゃくちゃ美味しいのにって思うメニューあります？あははそれはネギトロ丼やね。ネギトロ丼？めっちゃくちゃ美味しいネギトロやのにあんまり売れへん。そうネギトロを巻きに行っちゃうねんねみんなね。みんなやっぱお寿司の方あと海鮮丼もめちゃくちゃすごいのにそんなには売れないね。もう中落ちとろかまとろ握りにもう特化しちゃってるんやね。ちょっと分かりにくいけど脳天ほっぺた顎目の裏です。目の裏のこの筋肉これがまあ一番日本で美味しいかなみたいな。めったにないんですよ。お客さんはどういう方が多いですか？常連さんが？常連さんがね僕がお客さん覚えれないから常連さんいないって思ってんねん。でも一元の人ばっかしじゃないかなと自分では思ってるんやけどみんなに言わしたら「この間人来てたよ」とか言うんやけど自分的には分かんないねん。ほんで自分的にはお客さんに対してどう思ってるかやったら一期一会で今日が出会いで今日が別れやと思ってるわけよ。ほんでその時どう取るかやねんね。もう会うことないからもう適当でもええかっていう気持ちなのかもう二度と会うことないかもしれない思ったらもう全力です。この生涯でこの人たちにもう会えないかもしれない思ったらもう全力で一期一会でもうベスト尽くします。でお客さんのことをお客さんとはっきり譲らせてもらったら思ってないので僕はじゃあどう思ってんねん言ったら友達良き友達やからサービスできるね。お客さんやったらはっきりしお客さんや思ってたらはっきり言ってお金使う人はサービスするけどあんまり使わない人にはサービスしないってなるんやけどそうじゃないね。
もう本当に極端な話、水だけの人にだって僕は頑張るので、一期一会なので、何かの事情があってお水なんやろ、すき焼き行ってあげるし、だからもしかしたらその人の長い人生の最後のすき焼きかもしれんやん。そうやって思ったらどうってことない。都民の手取りを増やす夏、そして島々の皆さんの手取り、今ファミマでビッグカット、あれもこれもファミマのお得が止まらない、いっぱい選ばれてナンバーワンのあれもこれもファミマのお得が止まらない。3人以上で来てくれたら3人っていう条件がつくけど、釜飯がサービスです。今はほとんどが、うなぎです。うなぎの釜飯もしくはタコがつきます。ほんで9月になったら松茸だよって、これね、うちとんでもない企画で松茸の釜飯9月の中頃ぐらいからやりますので覚えとってね。飲食店で、はい、マスターがここは行っといた方がいいでっていうおすすめのお店ありますか？九条にある千年うどんっていううどん屋さんのうどんの麺が最高。もううどん好きなので、それから森の宮のペコペコうどんやね、もうめちゃくちゃすごい。麺もだしも美味しい。
もう本当に幸せ。一応四国出身なのでうどんが大好きなわけよ。だからもううどんにはもう目がないので、もう本当に美味しい。どうやったらこんなうどんできるんだろうって。